今ですね、パリの中でラーメンがものすごく人気がある。フランス人が並んでるということで、その辺を実際に行って見てみようということが今回。いいですね。気をつけて。はい、行ってきます。ありがとうございます。C'est pareil en fait, c'est-à-dire que il est quand même, c'est un très bon rapport qualité-prix et voilà, c'est assez simple et puis c'est parfait pour le midi en fait. En fait, j'en connais pas énormément des autres. Je sais qu'il y en a un là-bas au bout de la rue et 2-3 autres. On a vraiment l'impression que là, en fait, les ramen ils sont très fermes par rapport aux autres. Enfin, les autres sont tout mous. Et ensuite, après, le goût aussi, il est un peu plus. Enfin, je sais pas si c'est fait avec des œufs ou quelque chose, mais il y a un goût assez particulier. Where you come from? I come from Los Angeles, California. California. Yeah. I lived in Tokyo before. So I love ramen. Peu importe, c'est plutôt le goût en fait, les couleurs, les différentes choses. Pour moi, le côté léger. C'est unしてるって言ってますけど、やっぱりこの麺の感じが全然違う。やっぱり相当努力されてると思いますよね。これだけの味作るのに。社長がヨーロッパを旅行した知り合いに、パリでラーメンが流行ってるっていう話を聞いて実際見に来たんですけど、確かに行列はできてるお店は多いんですけど、実際食べてみたらあまり日本のように美味しくなかったという、なかったので、それでそのまま日本の味を持ってきてこっちで商売したら流行るんじゃないかっていうことで出店を決意しました。ほとんど毎日ぐらい来てくれてるフランス人のお客さんとかもいらっしゃいますし、やっぱりフランス料理はもともと味が濃厚な料理が多いので、多分うちのようなこってりしたラーメンも受け入れてくれてるんだと思います。背脂を取り扱ってる業者がなかなかなかったので、それを見つけるのが大変でした。苦労しました。大きな牧場でのびのび育てた豚の新鮮な肉を使ってます。実際こっちの豚とかは本当に美味しいんで、フランスの豚は美味しいんで。こっちがこの豚やろうってな、こんなことない。Alors, expression, comment ça a été? C'est difficile à dire. Si, moi je vois une différence. Le bouillon plus épais. On aime bien l'endroit aussi. Nous on n'habite pas à Paris, on habite dans l'est de la France. À chaque fois qu'on vient à Paris, on se débrouille pour manger un ramen parce que dans la ville où on habite, il n'y a pas de ramen. 日本ブームっていうのは何で起きてるか、でこれは自分の立ち位置でもあるんですけども、将来の展望っていうことをね、どういうふうに考えるかいうと、やっぱりその日本食っていうのは、中華、それからイタリア、フレンチと言われるぐらい、代表的な食文化なんですけれども、その中でやっぱり日本の場合は非常に繊細なその日本人の感性に基づいてるそのうまさがある。日本って
外国のものばっかこう入れてきてって感じがあったわけですよ。でもやっぱりこう日本としてのいいものをどんどん世界に発信していくっていうことで、その私はそのラーメンっていうのを一つ切り口を設けて、ラーメン博物館っていうのをやったんですね。で社長もやっぱりそのパリでいろんなその日本の良さを結果的にですよ、その日本の食文化の良さを、まあ伝えていく発信者ですよね。やっぱりその訴求力があると思うんですよ。その同じ美味しいっていう表現も含めてもいろんな美味しさを日本人が分かるっていうね。でそれがやっぱりそのあらゆる各国の素材を日本風に使い、それがなんとなしにその日本の香りがするいい食になっていくんじゃないかなっていうのが、まあ私の、僕いつもよく言うんですけども、日本ブームですねって言うんですよ。そうじゃないっていうの。日本食が世界食になる今一過程みたいな。En fait, c'est un peu moi qui l'ai emmené ici en fait. C'est moi qui l'ai amené ici. Je trouve que c'est un super restaurant parce que vraiment c'est très convivial, les plats sont vraiment très excellents, donc du coup c'est très sympa. Parce qu'en fait on a l'habitude de manger là, et en fait c'est justement ce qui est bien, c'est qu'on peut manger japonais vraiment en fait typique, parce que ça change un peu de tous les restaurants japonais qu'on peut trouver à Paris, où on trouve que des sushis ou des choses un petit peu qui ne ressemblent pas forcément à ce qu'on peut manger là, voilà, donc c'est très original et puis c'est de qualité. Oui, ici c'est des vrais japonais. Ça c'est important ça. 1984年なんですけどね、きっかけっていうのは当時なかったんですよ。全然ねなかったんで、ないんなら自分でやったらどうかなっていうのが初めですね。中学の時、東京なんですけど、ペチンって今でも覚えてますけど、ペチンっていう名前で屋台で引っ張ってたラーメンがあって、それを食べた時にうまいものがあるなと、こんなうまいものがあるんだな世の中にと思ったのが中学の時なんですけど、普通ね、表記する時には R でラーメンっていうふうに RA となるはずなんですけど、 RA でいきますとね、フランス語を読みしますとハーメンってなっちゃうんですよ。僕もね、名前はね平田っていうんですけど、平田じゃなくてヒハタになっちゃうんですよ。イガタ。フランスは H 発音しませんし、 R も含んでイガタになっちゃうんですよ。そういう意味でね、ラーメンがハーメンになっちゃうのは嫌なんで、わざわざ L で強くしてラーメンっていう方がいいだろうなと。やっぱりラーメンなんだからと思って僕自身がつけたんですけどね。フランスにあるその小麦っていうのは日本の小麦と違って、いわゆる強力やなんかっていうのはあんまりないんですよね。それでこれはいくつかこちらでピックアップしまして、日本の製麺所に送ったんですね。それで分析してもらったんです。それが北海道にある新津製麺っていう実は会社なんですけど、僕が昔から知ってた人なんで、その人に分析をお願いして、これとこれの組み合わせでいったらどうかっていうアドバイスをもらったんですね。製麺機はね、だから日本の丸菊に頼んで作ってもらって、それでわざわざ輸入したんですよ。だからね、輸入してもね、結局まず物が重いんですよね。製麺機ってのはね、もう何百キロとする重いんですよ。だからそれをね、2階に据え付けなくちゃいけないんですよ。持ち上げることがいけないんですよ、重機が入らないから。それで窓から重機で吊り上げて入れたんですよ。大変だったです本当大変だったですもともとね、フランス人は結局塩っていうのは最初分かってるけれど、醤油とか味噌っていうのは分からないわけですよ。だから僕自身はね、
フランス人は塩ラーメンから入るんじゃないかなと思ってたんですよ。ところがね、これ面白いので、やっぱりねパッと食べていくとね、もちろん塩っていうのは入りやすいんですけど、定着するのはねやっぱり味噌ラーメンみたいなものが多いですね。醤油よりも味噌っていう感じですね。やった時にここのサンタンヌっていう通りにうちの店が1軒あっただけなんですけど、今はこのサンタンヌの通りを含めて15軒ぐらいか20軒近いラーメン屋さんがあると思うんですね。それでやられてるのは日本人だけじゃなくて、いろんな国の人たちがねやってて、お客さんも現地のフランス人がねどこのラーメン屋がっていうことももちろんあるんでしょうけれど、それなりにねどこもうまく繁盛してて、道全体がねなんかラーメン横丁みたいな感じになってきて、非常に僕はいいと思うんですね。これは、やっぱり安くてねうまいものっていうのはね、若い人はやっぱり飛びつきますよ。その頃おそらく僕たちがその日本で育ってた時代の頃ですけど、やっぱり一番の楽しみっていうのはね、ラーメン食べたり餃子を食べてねちょっとビールを一杯飲むなんていうのがね最高の楽しみだったわけですよ。ですからそういうイメージっていうのをね、自分が喜んで腹いっぱいになって楽しかったなっていうイメージ、そのイメージっていうのをやっぱりそのまま持ってきて出してるんですね。僕ね、食べ物っていうのはねやっぱりね思い出に近いところかなりあるんだと思うんですよ。だから今この僕自身の思い出に近いようなもので出してますから、自信はあるわけですよね。自分がうまいと思ったもんで、自分がいいと思ったもんだから自信はあるんですけど、それにフランス人の若い人たちが反応して入ってきてくれるっていうのは非常に嬉しいです。